どうも、モブです。今回は、視聴者リクエストの攻撃力の計算についてだよ。それじゃ、早速見ていこう。まず、結論から言うと、この画像の式が基本的な攻撃力を求める計算式になるよ。今回は、基本攻撃力の簡単な求め方と、実際に計算もしていくよ。次は、基本攻撃力の簡単な求め方についてだよ。まずは、アーティファクトやコアを外す必要があるよ。また、アーティファクトは、外す時にゴールドを消費してしまうため、土日に行うのがベストかな。そして、この時の攻撃力を確認しよう。この場合は、16,831になるね。次は、その16,831から簡単に外すことのできない宝石の能力値を引いていくよ。まずは追加攻撃力の数値970を引いて、その後に攻撃力%の数値に1を加えたもので割るよ。そうすると基礎攻撃力12,239が出てくるよ。次は基礎攻撃力をもとにアーティファクトやコア、宝石などで獲得できる能力値を足していくよ。この計算式のようにパーセントを先に計算して最後に追加攻撃力の数値を足してね。また基礎攻撃力を求められるようになるとアーティファクトやコア、宝石の優劣がわかるようになり、無駄にアイテムを消費することがなくなるよ。そして基礎攻撃力はステータスの振り分けやプレイヤーレベル、武器のレベルなどでも変動するため、必ずしも動画で表示される数値が自分と同じであると思わないようにしよう。次は気をつけることについてだよ。これは最初の画像を見てもらえればわかるけど、残影の力とギルドバフの上には星マークをつけておいたよ。その理由としては、普通の追加攻撃力とは違い、戦闘参加時に加算されるものであり、スペシャルと位置づけてるからだよ。そのため編成画面上では攻撃力に加算されていないため注意しよう。また残影の力の種類によってはサポートする職種に違いがあるので、バランとヨグムントの力を使い分けよう。最後に攻撃力バフの計算についてだよ。攻撃力バフは全て合算で計算するよ。またこの画像の場合、ストームブリンガーや次元進化エシルの特性による攻撃力バフが存在するよ。さらにここからアーティファクトやコア、祝福の石、ギルドバフなど様々なバフ要素が存在するため、計算するときは隅々まで確認する必要があるね。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。